始まりました。第7回ギルティギアストライブのネット作成ライブで、今日はベイビースクイッズの編集じゃなくて画像の差し替え、ヌーシーのイントロの画像を差し替えてみると、ちょっと見てみるかな。イラスト屋の人物画像にちょっと変えてみると、もう一回見てみるか。あっちは BD スクリプトも使わないからすぐ終わっちゃうんだけど、まあ画像の差し替えもだいぶ初歩的だけど、やったことがなかったんでね、ちょっと一回やってみるかなと。こんな感じで、とりあえずこれが今日はヌーシーの登場シーンのホログラムを変更すると。まあテクスチャ変更ってもう何年も前のゲームだし、みんなカラーモッドとか作りまくってるから今更って感じはするけど、まあやったことがなかったんでね、このライブでは。っていうことで、とりあえずまずこのHow to Make Recolor Audio Mod for First Live、 これをちょっとチャットに載せよう。この YouTube 動画を見れば、まあ全部書いてあるんでね、何年も前にすでにそういうチュートリアル動画を作ってくれていたということなんですが、まあ今日ちょっとやってみよう。で、まず UEVR で開いてテクスチャーを TGA で保存して、で編集して、編集した後、これか UE4 エディター、これを使って View アセットファイルに変換すると。で、あとはこれで出す、今まで通りリパックすれば OK で、ちょっと一個ずつやっていくかね。まず UE ビアを開くと、で UE ビアを開いたらネットコンテントキャラ LUC のこのエフェクトパーティクル LUC001 のピックした。で、この LUC Windows 01から07、これがイントロの画像ファイルなんで、これをじゃあ普段だったらセーブフォルダーパッケージにしてるんだけど、もうそのまんま画像として変換する機能があるので、
それをしましょうと。じゃあこの1から7を選んで右クリックでエキスポートすると。でその時にまあ画面には出てないけどツールでこのツールでオプションを選んでテクスチャーエキスポートっていう欄があるのでそこでフォーマットを選びましょうと。 TGA あと TGA アンコンプレスとピング。まあピング画像はねまあその辺スマホのスクショとかそんなもんでも保存されてるからまあ見慣れてるんだろうけど、とりあえず今回はアンコンプレスじゃなくて普通の TGA で保存するっていう風に設定をしておくと。で一回この1から7を右クリックでエキスポートすると。でエキスポートするとこれね。でここがホールだね。1から7を選択して右クリックでエキスポートと。普段だったら U モデルセーブドっていうフォルダに中身が出るんだけど、今回は U モデルエキスポートフォルダができるんで、ちょっとそれを見てみましょうと。よいしょ。これが U モデルエキスポートで、キャラ LUC コモンエフェクトパーティクルで PTC01 のテキスト。この7枚がイントロで出る。まあ実際これこのまんま使ってもまあ変換はできるんだけど、とりあえずこれをイラスト屋の顔写真に変えましょうということをこれからやっていくので、これか。でこれね。で画像編集をじゃあ始めましょうっていうことなので、基本的に何でもいいんだけど、この .dds ファイルこれが使えないとなかなか使いにくいので、もう GIMP とか Photoshop とかで、前回は PaintNet っていうフリーツールでやりましょうと。ちょっと待ってね。ちょっとブラウザをこれがペイントネットと。でまあここら辺にダウンロードがあるので、これで最新版今は519と。でこれをインストールしましたっていう体で先に進みましょうと。最新版でいいと。
で、まあ今回は使わないけど、ブレンダーで上映はなんかバージョン指定があるらしいので、まあいつか使うときにそれの話をしつつと、インストール後にエキスポートした画像を開くと。これがペイントネットの画面ね。で TGA を開きましたと。でこれを最終形。画像編集自体はツールの使い方って感じなんで、ここではやらないと。ただ大事なのはこの幅と高さ、画像自体のこれ下手に変更するとまあおかしくなるので、このイラストやの画像をインポートしたときに、これか、この画像のサイズ自体が変わってしまうことがあるので、まあそういうとこは注意と。これね、編集中にエンドに変更されると、いやここまで行きましたっていう体で先に進みましょうと。で一回.ddf なんだっけ、ダイレクトドローなんたらっていう拡張子で一回保存しましょうと。その理由はこの圧縮フォーマットを DXT1 か5にしないとストライブのゲームでちゃんと映ってくれないので、これを指定できる画像フォーマットはこの .ddf なので、一回これで保存をしましょうと。これか、この前回みたいに一回これでダウンロードしてここの部分だけをイラスト屋に変えるとか、そういうのだったらもうこの圧縮フォーマットはちゃんとやってくれてるんだけど、こちゃむきんバスターヘブンリーあれの背景画像とかをどっかのティング画像とか JPEG とかああいうのをそのまま使いたいみたいな感じでやる場合、この DDS に一回拡張子を変更して保存しないとダメと。ストライブで読んでくんないので、真っ黒かまあ変な色になってるかって感じなので、で一回保存して、保存するときになんつうんだろう、保存オプションみたいのが出るんで、このペイントネットだと。で DXT1 か5アルファチャンネルがあるんなら DXT5、 ここでいうこの10日ここらへんね、こういうのがあるなら DXT5 でしようと。でここらへんか、今言ったこれね。でニットマックも一応チェック入れておいた方がいいでしょうと。でこれキングネットで拾ってきたキングをそのまま使いたい場合とか、編集自体はまあ終わらせて一回 DBS で保存して、保存オプションでこれをやっ
ておくと。でこの保存した DDS ファイルをもう一回開いて名前をつけて保存をすると、それを TGA にすれば画像の差し替え自体はもうこれで終わりと。ね、今回画像の編集自体しないのでね、あっさり終わりと。でこっからゲームで使える U アセットにしましょうねとっていうあたりに入ると。でアンリアルエンジンエディターのインストールが始まると。とりあえずこうすると、ここにちゃんと手順が書いてあるんだね。ステップ1、2、3とランチャーのダウンロード、デティックゲームランチャーをインストールでアンリアルエンジンをインストールってね。でこの中で一番大変なのがこのエピックゲームのアカウント作成。自分もそうだったんだけど、Steam で長いことゲームやってると、そのエピックゲームのアカウントを作ること自体の拒否感みたいな、拒絶反応的な、そういうのが結構あったんで、これが一番めんどくさいかなと、アカウント作るのが。Google アカウントと連携とかあるんで、作るの自体は楽なんだけど、作る気になるかどうかね。とりあえずこれで作って、エピックゲームランチャーをインストールしたっていう体で、じゃあ先に進みましょうと。でこれがエピックゲームランチャーで、UE4 エディターをインストールするので、ここでライブラリに行って、これが、ストライブを作っている 4.254 バージョンの UE エディター。今入っちゃってるんだけど、新規でやる場合はここのクラスを押して、これ 5.60 なので、ここで 4.254 を選んでインストールするとこうなると。でこれから起動する必要なくて、もうデスクトップに入ってるんで、ランチャーはもうこれで終わりと。で次はエディター起動だな。起動がね結構時間かかるからね。
でまあ初めて作るっていう前提でやるので、とりあえずこれでゲームを選んでブランクを選んで、ブループリントを選んであるので、まあこれでここに保存フォルダ、今回の場合はいつも通り C ユーザー MyPC でここで名前を決めておくと。前回はこのままマイプロジェクトで作成しますと。あ、これプロも使うツールらしいから、というかこのエディターでゲーム作る人も作ってるらしいからね。あってちょっと待ってね。よし。でこの画面になりましたと。そしたら言ってたるコンテントブラウザで右クリックと、ここね、ここで右クリックして新規フォルダを作ると。で今コンテントにいるわけだから、キャラフォルダっていうのを作る。で作ったら中に入ってシェアに右クリックで新規フォルダでルーシーのホログラムを変えるわけだから LUC と。でさらに入ってっていう感じで、ちょっと待っかな。LUC と。でこの調子でケックシパスまで作ると、フォルダに入る新規フォルダを作成を繰り返すと。慣れてんだったらエクストローラーで直接ねやってもいいけど、とりあえず今日はね一個一個やっていってみますかと。いや表示をしてコピーでいくか。で LUC にいるのでまた新規フォルダで次はコモンとまた作って、今度はエフェクトでカーティクルスのNUCKTC01 でさらに入ってチェックしとで一回保存を。で今このテックスフォルダーの中には何にもないので、ここにちょっと待ってね。この最終的に画像を差し替えたこの7枚イラストやの顔写真になってますよと。でこれをドラッグすると
て入りましたと。でもう一回ちょっと保存して、でこれをカーソル合わせると詳細情報みたいのが出るんだけど、ここでフォーマットを見ればこれが DXT5 って出てるんで、テテがその DXT1 か5じゃない場合はもう失敗してるって感じなんで、DDS に保存するときにちょっと間違えてんじゃないのっていう。でまあとりあえず今全部カーソル合わせると DXT5 なので OK と。でこれをまあ一回保存した後に描いて、これかフラッグして、でフォーマットを確認して、まああとはなんとなくでね、今回はね。で保存した後にファイルメニューで Windows のコンテンツをクックするっていうのを押すと、クックしてくれるのでちょっとやってみるか。はい、これでクック中っていうのが出るので、はい、終了と。まあ今回はねファイルも少ないしね。で終わったと。これでもう、この UE エディターでの作業の終わりと。でこれは終了と。で保存するパスはこれをちょっと見た方がいいか。マイプロジェクトはどっかにあるはず。これか。マイプロジェクトのセーブドのクックドの Windows のエディターのマイプロジェクトで、この中に入るとコンテントキャラ LUC コモンエフェクトパーティクルスって、まあさっきのフォルダの最小になってるので、でテックスまで行くとですよ。これね、 U アセット U じゃないな、 U か、 U バルク UEXP のこの3個で画像1個、この7までね。でこの下のこれかで3種類になってれば成功と。でバルクが存在してない場合、例えば TING ファイルをそのまんま使っちゃった時とか DXT にちゃんとしてない時はこれ存在しなくて、 U アセットが 1.5 メガとかなんか画像っぽくなってるんだけど、それ自体も失敗なので、このバルクがまあ 1. 点何メガとか画像っぽいサイズになってないとダメと。
でこれはできましたということで、もうインジェクトとかそんなんしないで BB スクリプトじゃないんで、もうリパックに入りましょうと。まあいつも通りメインとコピーして名前とかで LUC イントロにしておくと。でこの中でメインを消しておいて、でさっき最終的に確認したどこだ、この LUC フォルダクップした後のね、これをそのままコピーすると、でちょっといらないファイルが入ってるので、入ってないか。まあ最終的にここにまあパスがちゃんと合ってればね。レッドコンテントキャラ LUC コモンエフェクトパーティクルス LUC PTC01 テックスまでいってればね OK なので、これをいつも通りテックスとこれでできたと。でちょっとこれとこの元用のシードファイルをコピーして、でモッドフォルダに行って貼り付けると。で名前を統一と。よし、じゃあこれでもう元のテストだね。でこれでラウンジすると、これでいけなかったら最悪だな。でとりあえずサバイバルリピはい、いってるね。これで OK と。もう一回見てみるかな。ねえ、画像の差し替え自体はね、もう今更って感じだけどね。
でもこれやっとかないとカラー変更だななんだのが一から説明になっちゃうから、とりあえずこの簡単な画像差し替えからと。よし。では今日はこれでライブ終了となります。お疲れ様でした。泣かせたらごめんな。